ガンダムシリーズでは射撃能力に特化した機体が多く登場します。正確に敵を狙い撃つ狙撃特化型、弾をばらまき、厚い弾幕を張る重武装機、弾を撃ち切ってからが本番の機体など、そのバリエーションは様々です。そこで今回はガンダムシリーズにおけるみんなが好きな射撃特化機について見ていきたいと思います。なお今回紹介する機体は以前実施した射撃特化機に関するアンケートから選出させていただきました。皆様たくさんのご回答ありがとうございました。それでは始めましょう。1、ガンタンク。ガンタンクは機動戦士ガンダムに登場した元祖長距離砲撃機です。往年のガンダムファンの方は射撃特化の機体と言われれば真っ先に本機を思い浮かべるのではないでしょうか。そんな本機の特徴は両肩上部に2機装備された 120mm 低反動キャノン砲です。射程は 240km から 260km ほどとされており、理論上は渋谷から名古屋を撃ち抜ける武装となっています。ただミノフスキー粒子下ではレーダーを利用した精密な長距離射撃は難しく、アニメ劇中では有志海で行える距離の砲撃にとどまっていました。しかし機動戦士ガンダムラストホライズンなどでは200km 先の観測員から有線通信で送られてきた着弾観測情報を頼りに射程の長さを生かした一方的な砲撃支援が行われています。このように長距離支援に関しては群を抜いた性能を誇っていますが、支援機として特化しすぎているため自衛能力に乏しく、短期での運用はほぼ自殺行為となっています。また本機はモビルスーツというよりも戦車にモビルスーツのコンセプトを無理やり踏襲した機体であるため、接近専用の武装は未搭載で白兵戦を行うことはできません。機動力も低いため敵機の攻撃をかわすのも難しく、空から砲撃を行えば簡単に制圧されてしまいます。しかし圧倒的な支援能力に加え、その武骨で戦車らしいデザインから長年ファンから愛されています。2、ジムスナイパー2。ジムスナイパー2はアニメ機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争などに登場する機体です。頭部の精密射撃用センサーと高倍率カメラを兼ねたバイザーと特殊部隊のような青を基調としたデザインが特徴となっています。ガンプラの一枚絵などでよく見られるバイザーを下ろしスナイパーライフルを膝立ちで構える姿はまさしく狙撃手といった佇まいです。ただ本機は射撃特化の機体というよりも狙撃もできる万能機であるため、他のジム系列のようにビームライフルやロケットランチャーも装備可能となっており、ポケットの中の戦争ではブルパップマシンガンを装備して出撃していました。また新型のバックパックと脚部のスラスターにより推力に関してはガンダムの2倍以上となっています。その高性能ぶりを買われ、連邦軍の次世代型モビルスーツ開発計画であるペイルライダー計画ではベース機としてジムスナイパー2が採用されていました。ポケットの中の戦争では早々に撃墜され高性能ぶりは発揮できずおしまいでしたが、後にコロニーの落ちた地べなどゲーム作品で目覚ましい活躍を見せたことで本機を好きになった方が多く見受けられます。3、ズサ。ズサは機動戦士ガンダムダブルゼータに登場したモビルスーツです。本機最大の特徴は全身に搭載されたミサイルと最大4機のミサイルポッドを有したブースターユニットズサブースターにあります。ズサブースターを搭載した姿はモビルスーツに火器を搭載したというよりも火器に手足をつけた歩く火薬庫のようなデザインをしています。基本的にはガルスジェイとの共同作戦を想定して設計されていますが、脚部にビームサーベルも搭載しているため最低限の自衛能力も有しています。作中ではミサイルポッドをパージしてゼータガンダムに殴り合いを挑んでいたことから接近戦もそれなりに得意と考えられそうです。またズサブースターによって高い機動力を獲得しており、ミサイルを発射し尽くしてから戦線を離脱するという一撃離脱戦法も可能です。本機はミサイルによる攻撃をコンセプトとしていますが、ダブルゼータの時代にはビーム兵器が主流となっていたため時代に逆行していたモビルスーツとも言えます。しかしモビルスーツとしての完成度の高さが評価されたのか、ガンダムユニコーンの時代にも袖付きで運用されていました。いびつなデザインながらミサイル攻撃に特化した高機動モビルスーツという唯一無二のコンセプトから多くのファンを掴んでいる機体となっています。4、
ガンダムヘビーアームズ。ガンダムヘビーアームズは、新機動戦機ガンダムウィングに登場した機体です。オペレーションメテオに投入されたガンダムのうちの1機で、トロワバートンが登場します。本機最大の特徴は、なんといっても、左腕に装備されたビームガトリングです。圧倒的な弾数で、敵を蜂の巣にして、戦場を蹂躙する姿が印象に残っている方も多いのではないでしょうか。他にも、バルカン、マシンキャノン、胸部ガトリング砲、ミサイルなど、全身に武装が格納されていて、それらを一斉発射するフルオープンアタックは、モビルスーツ部隊による一斉射撃にも匹敵する威力を発揮します。弾をばらまき続けながら戦うので、頻繁に弾切れを起こしますが、弾を撃ち尽くすことで、機体が身軽になり、射撃特化機体とは思えない格闘戦を披露します。作中では、アーミーナイフを展開しながら鉄器を回転して切り裂くなど、サーカスの団員としても活躍するトロワらしい軽快な攻撃を行っていました。そのため、ファンからは、弾切れしてからが本番とまで言われています。後半では、2連装ビームガトリングに改修されたほか、宇宙用のスラスターが各部に追加されました。また、エンドレスワルツ版では、実弾を用いるダブルガトリングガンを両腕に装備したほか、胸部ガトリングが4門に増え、搭載されたミサイルの数も約3倍に増加しました。一方で、左腕のシールドとアーミーナイフはオミットされ、完全な射撃特化型機体となっていますが、超火力で近づく隙を与えなければいいという気概が感じられる、弾幕射撃に徹底した姿が好きな方も多いのではないでしょうか。5. ザンネック。続いて、機動戦士ビクトリーガンダムに登場したサイコミ搭載型モビルスーツ、ザンネックです。ザンネックは、両肩に装備されたミノフスキー粒子の加速機と、加速して生み出された超高エネルギーメガ粒子を発射するザンネックキャノンによって、超長距離の射撃を行うモビルスーツです。このザンネックキャノンだけでも十分脅威ですが、本機最大の強みはサイコミュにあります。宇宙世紀ではミノフスキー粒子の影響で、レーダーなどの電波を利用する機器が阻害されるため、超長距離の射撃は実質不可能となっていました。しかし、本機はサイコミュセンサーによって、超長距離での敵機の捕捉が可能となっています。そのため、ほぼ一方的に相手へ攻撃することが可能で、作中では、成層圏から地表の基地への狙撃も行っていました。また、専用のサブフライトシステム、ザンネックベースは、大気圏の離脱・突入が可能となっていて、地表からも宇宙からも攻撃可能となっています。ちなみに、ザンネックベースにはビームシールドが搭載されているため、万一地表から攻撃できたとしても、ザンネックへ攻撃が届くことはありません。また、射撃特化機体といっても、接近戦にもそれなりに強く、なんとか近づいても撃墜するのは難しいでしょう。その無敵ぶりから、もはやモビルスーツではなく戦略兵器と評価されており、ファンからの射撃機体として規格外、宇宙世紀最強という声も多く見られます。ちなみに、ゲーム宇宙世紀エンゲージでは、新たに V2 アサルトバスターキャノンガンダムが公開されました。こちらは V2 アサルトバスターに大口径ビームキャノンを装備した姿となっていて、映像内ではザンネックキャノンを撃つかのような姿を披露しているので、うっそもニュータイプ能力を使って長距離狙撃ができるようになったのかもしれません。6. ガンダムレオパルド。ガンダムレオパルドは機動新世紀ガンダム X に登場した機体で、専用ビットモビルスーツを操作可能なフラッシュシステムを搭載しています。本機はニュータイプの未来予知や空間把握能力を生かした多目標への同時攻撃をコンセプトとした機体です。そのため、通常兵器運用型のモビルスーツとしては最大級の火力を誇っており、実に7種類もの武装を搭載しています。中でも特徴的なのはインナーアームガトリングです。モビルスーツの重装甲を貫通するほどの威力を有しており、この武装だけで通常のモビルスーツの総火力を凌駕するとまで言われています。重武装と頑強な装甲のため、他のガンダムと比べると1トン近く重量が増えています。しかし、脚部に装備されたローラーダッシュで地上を高速で移動可能なので、見た目以上に機動力が高く、作中では高速移動しながら弾丸を戦場にばらまく姿が見られます。作中終盤ではガンダムレオパルドデストロイに改修されたことで、各部の武装がセパレート化され、射角の拡大や整備性の改善が図られました。特にインナーアームガトリングをツインビームシリンダーへと換装したことで、
取り回しが改善されただけでなく、総合的な火力も2倍ほど上昇しています。もはやモビルスーツの域を超えた火力を誇るレオパルドですが、第7次宇宙戦争時代には本機とほぼ同じ兵装を有したビットモビルスーツを12機も同時に運用可能でした。そのため全盛期は本編時代の12倍近い火力を有していたと解釈でき、長距離からとんでもない弾幕を張ることができたと思われます。7. ガンダムフラウロス。ガンダムフラウロスは鉄血のオルフェンズに登場する機体で、72機製造されたガンダムフレームの1機とされています。本機最大の特徴は背部の砲撃ユニットに搭載されたレールガン、元ギャラクシーキャノンです。鉄血の世界でモビルスーツや艦船に採用されているナノラミネートアーマーは射撃に強い耐性を持っているため、爪楊枝を除いてあまり遠距離からの射撃は有効打になりません。しかしフラウロスのギャラクシーキャノンは超高速で弾丸を打ち出すため、ナノラミネートアーマーの装甲すらやすやすと突き破ることが可能です。そしてこのレールガンを効果的に使用するために砲撃モードへの変形機構を備えています。砲撃モードでは獣のように4つの足で機体を支えることで、機体の安定と射撃時の衝撃吸収が見込めるようです。そしてこのレールガンでガインスレイブ用の特殊弾頭を打ち出すのがスーパーギャラクシーキャノンとなっています。半壊の状態のフラウロスが右腕でレールガンを抱えながら発射するシーンと、その後のシノの洞窟が今も目に焼き付いている方も多いのではないでしょうか。なおフラウロスのレールガンはショートバレルキャノンにも換装可能で、通常戦闘ではこちらを多用するシーンが多く見られました。他にもマシンガンやアサルトナイフも装備しており、近、中、遠距離とあらゆる状況に対応可能で、射撃機でありながら汎用性の高いモビルスーツとして完成しています。8. カラミティガンダム。カラミティは機動戦士ガンダムシードに登場した機体で、連合が開発した後期 GATX シリーズの1機となっています。本機は常時電力を供給する必要があるフェーズシフト走行ではなく、ダメージを受けた瞬間に通電する仕組みのトランスフェーズ走行を採用したため、電力をより多く火器に回せるようになっている点が特徴です。そのため高火力の武装が全身に装備されました。作中ではこれらの武装を一斉射撃しながら面制圧していく姿が印象的です。なお飛行能力がないため、レイダーとフォビドゥンに比べて機動力に劣るイメージを持たれがちですが、作中では水面をホバーリングしながら砲撃する描写があり、機動力は決して低くはありません。また宇宙空間ではジャスティスの後ろを取るシーンもあるため、スラスターの出力はかなり高いと考えられます。ただ接近専用の武装は先端が剣先のようになっているシールドしかないため、近距離格闘戦を行った場面はほとんどありません。しかしパーフェクトストライクの対艦塔を盾で受け止め、カウンターで胸部のスキュラを照射して距離を取るなど、武装を生かして接近してきたモビルスーツをいなす戦い方も可能です。登場者の好戦的な性格も相まって、本機の暴力的な戦い方が好きな方も多いのではないでしょうか。9. ガンダムサバーニャ。ガンダムサバーニャは機動戦士ガンダム 00 アウェイキニング・オブ・ザ・トレイルブレイザーのに登場した機体です。先代ロックオンストラットスであるニール・ディランディが狙撃を得意としていたため、ニール向けの機体とされていたガンダムディナメスとケルディムガンダムは狙撃主体の機体として開発されていましたが、2代目ロックオンであるライルは早撃ちを得意としているため、サバーニャはライルの特性に合った機体調整が行われています。本機最大の特徴は腰のアームに10機装備された GN ホルスタービットです。通常時は GN ライフルビット2を格納するホルスターとして利用されていますが、戦闘時には連携して使用することでシールドビットやライフルビットのビームを収束拡散する兵装として機能する攻防一体の装備となっています。またライフルビットは遠隔操作だけではなく、グリップとセンサーを引き出すことで手持ちの武器としても使用可能です。またバレルを外せば速射性の高いピストルビット2としても利用できます。これらに加え全身にミサイルを格納した GN ミサイルポッドが搭載されたことで、作中屈指の高火力モビルスーツとなりました。また最終決戦ではさらに4機のホルスタービットとライフルビットを増設しています。作中では全身の武装と
マルチロックオンシステムを利用してエルスの大軍を次々に撃破していました。WO の射撃機体はディナメスやケルディムも人気で多くの票が集まっていましたが、中でもサバーニャが圧倒的な人気を誇っていました。その理由の一つが全身の武装とマルチロックオンを利用した乱れ撃ちです。なお本機はピストルビットのブレード以外格闘専用の武器が搭載されていないため、接近戦に持ち込まれると不利になりますが、劇中では圧倒的な弾幕の厚さと機動力に敵機は近づくこともままならなかったようです。また劇場版の敵が接近戦に持ち込むとむしろ危ない相手だったため、サバーニャのコンセプトは時代ともマッチしていたと言えるのではないでしょうか。10. バスターガンダム。バスターは機動戦士ガンダムシードに登場した機体で、初期 GATX シリーズの一機です。本機は腰部にガンランチャーと高エネルギー収束火箭ライフル、両肩にミサイルを搭載し、戦艦に匹敵するレベルの破壊力を持った支援機として開発されました。射撃特化のコンセプトは、装甲に常時通電する必要があるフェイズシフト装甲と相性が悪いように思えますが、各砲にサブジェネレーター、そして膝には予備電源が搭載されているため、稼働時間はかなり長くなっています。そのため作中ではガンランチャーと高エネルギー収束火箭ライフルを多用してもフェイズシフトダウンが起こる場面はほとんど見られませんでした。本機は支援機として開発されたため、格闘兵装どころかシールドすら搭載していないので、接近されると手も足も出なくなってしまいます。しかしランチャー腰部のアームに連結することで素早い取り回しを実現し、敵機が接近する前に迎撃が可能です。またバスターといえば腰部のランチャーを合体させて行う高威力な砲撃が特徴的です。用途によって長射程ライフルと散弾砲を使い分けるグレイトーな戦い方で、本機は最終決戦の第2次ヤキンドゥエ攻防戦まで戦い抜きました。ちなみに近距離戦には弱いはずの本機ですが、ゲーム機動戦士ガンダムシードデスティニー連合 VS ザフト2ではガンランチャーを前面に向けて連結した対装甲散弾砲、俗称チャーハンが非常に強力で猛威を振るっていました。また本機の優秀さに連合も目をつけたのか、後に悪対音プロジェクトではバスターを再生産して大幅な改修を加えた機体が登場しました。それがベルデバスターとなります。腰部に搭載されていたランチャーは両肩に固定され、代わりに複合バイオネット装備型ビームライフルが腰部に2丁搭載されました。先端には銃剣が装備されているため、ベース機とは違い格闘戦にも対応可能です。このビームライフルは連結させてキャノンモードとして使用可能で、エネルギー切れまで撃ち続けていたシーンが特に印象的ではないでしょうか。なおパイロットのシャムスコーザがオペレーターの警告を無視してエネルギー切れまで撃ち続け、最後は漫画版では敵に中指を立てる仕草をとって爆散したことから、ステゲアオリマンと揶揄されることもあります。ということで以上、みんなが好きな射撃特化機種10選でした。その他に好きな射撃機体として多く名前が挙がった機体としては、拡散レーザー砲を搭載した8機の腰部バインダーが眩しすぎる GR ケインフルドレス、迷彩カラーと全身にくまなく武器を装備した姿が印象的なコマンドガンダム、最強の矛をコンセプトに開発され、大型ビームキャノンによる射撃のみに特化したバイエイト、両腕部のロケットランチャーとジオン水泳ブラシ胸部のメガ粒子砲を備えたジワッグ、 680mm カノン砲を装備し長距離の砲撃支援に特化したザメルなどが挙がっていました。ガンダムタイプからジオン系モビルアーマーまで多種多様な機体の名前が挙がっていたことから、改めて射撃特化機というジャンルの奥深さと人気ぶりを感じられるのではないでしょうか。皆様が好きな射撃特化機体、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。